簡単に。ファクトリーギア、僕と2期からしたらもうディズニーランドかな。そうですね、おもちゃ屋さんみたいな。もうすげえ、段ボールも余裕。お、すげえ、一瞬や。あ、普通に切れる。すげえな、このハサミ。お疲れ様です。そうです。今日はね、難波の方に遊びに行きまして、こちら、ファクトリーギア、デカデカと看板が掲げられてるんですけど、ちょっと電気屋さんは行ったことない人おるかもね。あんま馴染みないでしょうね。まあね、僕も、も正直2回ぐらいで、でもこう面白い工具がいっぱいあると。日本橋に来たらファクトリーギアってことで、今日は撮影許可ももらって、中でいろいろ説明もしてもらうけど、ちょっとファクトリーギアとは簡単に。ファクトリーギア、僕と2期からしたらもうディズニーランドかな。そうですね、おもちゃ屋さんみたいな。大人のおもちゃはちゃうな。おもちゃ屋さんですね、子供の時の。OK。まあ、おっさんたちも楽しめるテーマパークみたいなとこやということで。ってことで、早速中に入っていきましょう。ちゃうな、言うたけど。いいらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。店長さん。はい。今日はいろいろ案内させてもらうということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ってことで、はじめちょっと全体的に撮らせてもらいます。はい。そしたら、ファクトリーギアさんの工具、すごい面白いのがあるんで、一つずつ細かく見ていくんですけども、まず、初めての視聴者さんに全体像をちょっとお伝えするために、ちょっとどんな感じなのかっていうのを、まずぐるっといきます。僕はね、電気屋なんですけど、電気の工具だけじゃなく、車の工具とかね、電動工具、ハンマーとか、これが1階のレジ側の方。後でゆっくり見ていくんでね。こんなんがあるよっていうのを皆さん見といてください。クニペックスコーナー。で、これが1階の真ん中通路と言ったらいいんですかね。レジの1個入ったとこです。工具好きにはたまらない。えぐいぐらいの量があります。で、こう来まして、こういう感じです。ここもいつもあるんですか？あります。お試しコーナーみたいな感じですかね。実際に手に触れるのか。後でやってみましょう。で、こちらがレジの反対側の通路。大きめの。これ、なんていうんやろ？それはツールチェスト。ツールチェストっていうのがバーンとあったり、エアー工具かな？この辺。エアー工具があったり。ハサミみたいなのがあったりします。で、1階だけでかなりあったんですけど、ファクトリーギアさんは、なんと2階もあるんですね。2階は、この USAG という海外のバッグ。ウサグっていうのがあります。ウーザック。2階はちょっと大物ですね。カバン、ウーザックのカバンとか、バーコとか、この辺も後で見ますけどね。安全靴。で、ファクトリーギアさんの独自ブランドのディーンの服があったり、これは何の服かな？後で見ましょうか。これつなぎ、車屋さんなんでね。手袋、ミルウォーキー。はい、こんな感じでした。
はい、店長、ちょっと教えてもらいたいんですけど、ファクトリーギアさん、ちょっと視聴者さんの中では多分来たこともないそうですよ方ねもいらっしゃると思います。はい。でファクトリーギアさんとは主にどういうお店なのかっていうのをそうですね。教えてもらえたら。はい、ありがとうございます。世界中の、上質な工具をですね、メインに取り揃えています。で、ネジ回しができる工具だったりとか、今では電気屋さんだったりとか、設備屋さんにも、ニーズもですね、キャッチして、取り揃えている、いろんな工具を揃えているお店になってます。そしたら、何屋さん向けとかじゃなくて、多種多様な。そうですね。はい、幅広く、はい対応できるように頑張って取り揃えてます。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。そしたらもう入り口から向かってすぐ右にあるこの壁一面のコーナー。はい。これは何系のコーナーはいですか？。これはディーンっていうブランドのコーナーでして、ディーンっていうブランドが我々が開発に携わっているブランドになってます。はい。あややんはこのディーンコーナーは知ってますか？そうですね。僕も何ぼか持ってますね。ありがとうございますこのやまずあややん持ってるやつは。こいつですね。万能バサミ。バンドバサミ。これはね、後でちょっとやりたいですね。ぜひ。はい。あとが、ここで言うとね、この辺も何個か持ってるんですけど、これは、ラチェット。ラチェットのハンドルってやつですね。ほう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 。僕らよくガチャとかいうやつかな。はいはいはい。差し替えれるやつ。それと、細かいのでいくと、これの、この下の部分、ホルダーの部分とか、あと細かいのいろいろ持ってますけど、ざっくりとそんな感じですね。工具ね、かなりあって、全部見ていきたいとこなんですけど、とてつもない量なんで、この僕がちょっと気になったあややも持ってる言ってたやつ。ハサミ。万能ハサミ。店長、これは、何が万能というか、はどんなすごいんですか？はい。まさにおっしゃる通り、いろんなものを切れるハサミなんですけれども、これ実は素材がまず医療用のメスと同じ素材使ってるんですね。はあはあはあ。なので、まず錆に非常に強い。ここにも書いてるんですけど、段ボールとかプラスチックとか硬いものも切れちゃうんですけど、結構硬いものを切れるハサミって逆に柔らかいものって切りづらかったりするんですけど、もう本当に薄い紙もそうですし、ビニールもそうですし、結構粘着力高いテープ類、その辺もスパスパ切れるんで、で、かつここにこうくぼみがついてるんで、こういうところでなんか配線カットとかそういうのも使えたりするんで、本当にまさに万能なハサミです。これじゃあちょっと実際に試させてもらうことでできますか？もちろんです。はい。ご用意してます。じゃああややん、何か切ってもらおうかな。実践。配線。試させてもらいましょうか。そしたらいろいろサンプルを出してもらったんですけど、これが 0.8 ミリぐらいの、トタン波板っていうことで、本当は M バーとかね、僕ら持ってきたらよかったんですけど、ちょっとなかったんで、これが果たして切れるのか、あややんお願いします。いきますよ。はい。お願いします。おお、余裕？スパスパ切れる。うまいね。ほら。紙みたい。面白い。これ、あれですね、僕らで言うと、壁の貫通した時に鉄板を加工しなあかん時とか、そうですね。ね、ちょっと薄いアルミの板とか、全然いけそうですね。ありますね。はい。次が、なんか、こう、僕ら馴染みがある電線ですよね、ケーブル。電線みたいな感じですよね。0号ちゃうかな ?4 芯かなんか。はいはいはい。これが、これ、奥で切る方ですかね。はい、このくぼみのところで切っていただくと、切りやすいと思います。じゃあケーブル用っぽいのがついてるんですね。引っ掛けて、ここですね。いきます。お、すげえ、一瞬や。竹ひご切ってるみたい。あ、いや、これで皮むきは、くるっとハサミ、無理かな。薄く。こういうこと？おお、皮むきもできる。ストリッパーとしても使えると。ハサミテクってる人やったらこれちょっと挑戦してもらいたいな。その新線もハサミでいける。新線もハサミでいける。いけるね。これ弱電屋さんこれ1本あったら何でもできるじゃないですか。そうですね。だからこの電気屋で結構使う場面めっちゃ多そうですね。そうですね。プラスチックもさっきテープ切れたんで当然プラスチックこういうやつも切れるみたいなんで、これ結構薄めじゃないですか。はいはいはい。こんなんも別におお、普通にこうやって切れるんで、開墾する時とか、あとモールとかの加工もいけそうですけどね。どの袋にでかくて入れへんからね。あ、ゴミの処理とかね。これカッターで切ったら意外と手こずりますもんね。手こずし危ないですからね。であと段ボール。すげえ、段ボールも余裕。スパスパ切れますね。照明器具の開口とか。そうですね。
わかった。まあカッターも行くことあります。で、あとやっぱハサミなんで R 切りやすいんで、例えばなんかダウンライトとかの型紙大きくする時とか作ると思うんですけど、そんな時これやったらね丸切りやすいし、ゲージ作ったりするのにいいですね。ね、結構段ボールで現場使いますからね、今の使い方ね。あとこれとかも、あ、これですか。はい、これ結構厚手のプラなんですけど。ああ、僕ら工具買うた時最初こんなんついてきますよね。あれ大体こうニッパーで切ったりとかすると思うんですけど。あ、普通に切れる。すげえな、このハサミ。こんな切り口。おお、切り口も綺麗。で、あんま歪んでないでしょ。はい。ね、大体歪んだりしますもんね。無理して切ると。で、あとテープはこれがね、超強力な両面テープなんですけど、はい、結構テープって切るとひっついちゃって、こう刃が動かなくて止まっちゃったりするんですけど、これはねサクサク切れると思います。これ僕らマークチューブと言いまして、こういう電線にチューブ入れていくんですけど、それをこういう段ボールに両面テープで貼ってやっていくんですけど、その時に確かにこうくっついたり、はいはい、結構みんな苦戦するんですよ。カッターで切ったら危ないし。はい、ってことでこれやったらどうなんか。いきましょう。3M やから強いってことやもんね。おお、すげえ。あ、ひっつかないですよね。ひっつかないですね。今飛んできましたもんね、はい、ここに残らずに。これがその刃の特殊加工か何かでくっつかなくなってると。まあまずはこのギザギザになってることで、こっちかな。はい、刃先がね片側ギザギザになってることで、こうひっつきにくさ、はい、このギザギザですね。はい、はい、があると思います。あとはやっぱりその切断力の高さで最後までしっかり止まらずに切れるっていうこともあると思います。結構スパスパ切れました。なんかナイフでね切ってるみたい。なんでこの切れ味やったら多分あと現場でよく使う粘着系テプラとか、テプラね、あんなんもこれで全然いけると思いますね。はい、あとまあ一つこれ結構ねボルトが大きいじゃないですか。はい、このボルトの大きさもこの刃の合わせの調整にすごく、役立ってるみたいで、例えばちょっとこう切れ味が悪くなってきたなとかっていう時はここ調整していただくと意外と回復したりとかするんで、はい、それはちょっとぜひ試していただきたいですね。メンテナンスのポイントですね。そうですね。で、あと最後に試したいのが僕らも電光バサミみたいなのを使うんですけど、硬いものは切れるけど紙とかこういう段ボールとか切りにくいじゃないですか。そうですね。ペラペラの紙もいけるのかなということで。この普通のね、コピー用紙ね。A4 とかでよくある。コピー用紙。もうさっきから鉄切ったりなんやかんやしてさせてもらってるこのハサミでいってみたいと思います。おお。めっちゃ切れる。めっちゃ切れる。ああ、これオールマイティーやな。すごいですね、これ。サクサク切れますよ。ほら。すげえ。なんか通販やってる気分になるわ。これ、電気工事でももちろん使えるけど、普通に家に置いてても、だとね。ですね。これ、家1個あったら何でもできますね。もったいないぐらい。いや、性能良すぎて。養生シートとか切るのいいんじゃない？ああ、そうね。養生のビニールとか、だいたいカッターで切ってギシャギシャになったりとかするから、これでシュパシュパシュパーっとね。万能バサミでした。また概要欄にリンクとか載せておきます。これはおいくらですか？こちらが4590円ですね。4590円です。ファクトリーギア難波店さんでも買えますし、ネットとかされてはい、もちろんです。通販で買えます。ネットショップでも買えます。ということでね、万能バサミ、面白かったですね。もういろいろ切れるんで、ぜひ一回試してみてください。これはその抜き差しせずに、このままずっとラチェットのようにして回していけるっていうレンチなんで。電気屋でもこれあるあるやね。あるあるですね。こう奥まったところとか。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。